UGA でございます。どうですかこれ。アープ 2600M。ね、アープ 2600がちょっと小型になってますけど。今回ね、このコルグの SQ64、ポリシー検査とね、ボルカドラム。これをつないで今、いろいろシンクロさせてやりましたけど。いや、面白いね。ほんと面白いです。今回はこうパッチングをいろいろして、いろいろ複雑なことやりましたけど、ほんとね、よくできてますね。じゃあじっくり見ていきましょうか。はい、この状態でね、全くパッチングしてない状態。このアープ2600、これ M ですけど、で、このアップ2600っていうのは、基本的には内部形成されてます。全てね、全部、出来上がってる状態で、何かこう加えたりとか、ね、いろいろなものに変調を加えたいっていう時だけ、こうね、これ、パッチングをして使うんですけど、もちろんこれ本物は大きいんですよ、これね。大きくてミニジャックのパッチングなんですけど、これはもう小さくなってるので、ミニジャックでパッチングができる状態。ほんとね、小さくなってる以外は全くこのフルスケール版と一緒です。全く一緒。さて、音を出してみましょうか。で、仕組み的には VCO の1、2、3、ボルテージコントロールしていたね。3つあります。で、ここがフィルターのセクションなんだけど、このフィルターのセクションのところで、ここ見ると分かりますかね。オーディオって書いてあって、ここで VCO の1と2と3。ここのスライダーで、この3つのボリュームを決めます。ミキサーだね。ミキサー。例えば、これと2、3。ここにノイズもいるんですけどね。リングモジュレーターもいたりするんです。じゃあ、VCO の1だけを分かりやすくしますね。すなわちここによってここですね。ここからこう出てる。で、ここでフィルターのフレケンシー。ちなみに、今これ、私キーボードとしてマイクロキーを使ってますけど、これね、これ USB がここにつながってるの分かりますね。USB MIDI コントローラーと、USB ここにもありますね。で、MIDI インがついて、オーディオがついて、モードスイッチ。ここで MIDI チャンネルの設定をしたりするんですけどね。このように本物にはついてませんから、これ。すごいね。さて、フィルターでね、レゾナンスがありの、で、ここで、上がね、エンベロープジェネレーターね、アタック、ディケイ、サステイン、リリース。下にもアタックとリリースの、エンベロープジェネレーターがありますね。ここで、この ADSR、VCF で ADSR をこう入れてやると、この、上のエンベロープジェネレーターは VCF のエンベロープジェネレーターとして聞くと。
ますね。で、下は VCA でね。そして今使ってます。で、ここで VCF からの信号が来て、ここがボルテージコントロールでアンプリファイア VCA。ね、このエンベロープの信号がここに来て、で、最終的に VCA の信号がここに入って、音が出ますよと。ちなみに、パンが触れますね、これね。で、ここすごいです。リバーブがいる、リバーブ。左のリバーブ、右のリバーブ。これね、スプリングリバーブですから、本物ですから。ね、素晴らしいですね。で、ここに左右のスピーカー。スピーカーのボリュームはね、ここにあります。今は LINE から撮ってるんで、ボリューム0にしてますけど、こういう風になってますね。で、ね、基本的にね、例えば今 VCO の1しか出てないけど、例えばここにサンプル&ホールドってありますね。おー、かかりますね。サンプル&ホールド、ここにあるの分かるかな？サンプル&ホールド。はい、これですね。ここクロックの速さもね、後で LF4 にも使いますけど。で、ここに例えば ADSR っているんだけど、VCO のところにね。ってことは、ADSR ってこれのことですけど、これがピッチにかかると。で、これがわかりますね。で、ここの VCO の2っていうのがあるんだけど、ここ VCO の2がここ。ってことは、VCO の2が1に対して、フレクエンシーモジュレーションを起こすと。こういうことになるわけよ。よくできてますね。でね、で、今出てるのは、これ見る、ここのミキサーのとこ見るとわかるんだけどね、ここになるように、区形波が出てんのよ、これ、区形波が。じゃあ、ノコギリ波はどこにあるのと。ね、普通にノコギリ波とかないのかなと思うじゃない？実はね、ここにいるんですよ。ソートゥースってのわかりますかね。で、ノコギリ波を使いたい場合は、これ決線していないと、パルス波、区形波が出ます。その時に、こういうのが出てくるわけ。ということは、ノコギリ波をつない、ここのところから、このノコギリ波の出力ですからね。出て、ここに入れてやるわけ。今、ここが何もなってない状態だと、区形波がパッチングされてるんだけど、ここでノコギリ波をここに入れてやると、ほら、見事にノコギリ波になります。ね。わかりますね。ということになるわけですよ。じゃあ、オシレーターの2見てみましょうか。オシレーターの2も、何もしないと区形波なんだけど、ここで、こうサイン波もいるね。トライアングルもありますね。ノコギリ波。という風になるわけですよ。わかりやすいよね、なかなかね。さて、このアープ2600ね。繋がなくても音が出るってのは分かったと思うんだけども、やっぱ繋いでなんぼっていう世界ですよ、これは。最高に面白いです。例えばね、今、オシレーターの1だけをこう上げてます。オシレーターの1はここにあるように区形波なんだよね。ね、これ、オシレーターの2は区形波の、ちょっと狭まったやつ。オシレーターの3はね、ノコギリ波がいるね。じゃあ、オシレーターの1、VCO の1、区形波じゃなくて、ノコギリ波にしたいときどうすんのって思うじゃない？これこのままじゃできません。そこで出てくるのがこのパッチングなんだけど、オシレーター1というのはこのエリアです。ここです。ここです。でね、よく見ると、
VCO の1でしょ。ここにソートゥースというのが分かりますかね。波形、ほら。ということは、このソートゥース、これ出口です、ソートゥース。を、ここのね、今、区形波になってるんだけども、ここに入れてやると、当然、ここが、ノコギリ波になるわけですよ。わかりますね。抜くよ。区形波ですね。入れると、ノコギリ波が入ったということです。わかりますかね。こういうように、いろんなところにそういったいろんな働きがあって、それをパッチングすることで面白いことができます。じゃあもう一つ。アープ2600をね、使ってるアーティストでもジョー・ザビヌルっていうね、私も尊敬するキーボーディストがいますけど、彼はアープ2600を2台使ってこうバリバリ弾くんですけど、彼が使ってる有名なプログラムで、ウェザーリポートの曲の中でブラックマーケットっていう曲があってね。で、それね、実はちょっと面白いことになってるんですよ。普通にドレミファソラシドを弾くと、上から下に、下がりますね。で、左に行くと上がりますね。これ当たり前ですね。これがね、反転した状態で弾いてるの。ブラックマーケットって曲ね。これね、アープ2600使うんですけど、これどうやるかというとですね、実はね、簡単なんですよ。ここにね、ボルテージプロセッサーってのがあるんです。ボルテージプロセッサー。これっていろんな電圧の制御を、反転させることができたりとか、いろんな働きがあるのね。例えば2番のとこではマイナス10だったりとか、4はキーボードのコントロールボルテージ、だとか、エンベロープのだとか、いろいろこう働きがあるんだけど、このインバーターっていうところの出口で反転させることができるんですよ。じゃあこれで反転させると。すなわち、キーボードのこのボルテージ、VCO の1のキーボードの CV、コントロールボルテージに入れてやると、何が起こるかというと、わかるこれ。ドレミファソラシドといきますよ。これ。これで、ドレミソラってこのスケール弾くとミソラド。こういうことができる。もうただ単純に、ここつないで、ここの CV のボルテージを反転させるというね。これ入れてないと、見て。音程がずっと全部同じですね。で、これちょっと入れてやると、で、右目いっぱいで、ということになるわけ。面白いでしょ。これはね、ここの部分がないと、パッチングがないとできませんからね。何もないと。何気にね、これって便利ですよね。オクターブね。これマスターキーボード、マイクロキーでやってますけど。これね、余談ですから、ここピッチでこう全部スライダーなんで、クリックとかないから、センタークリックとかないからね、ピッチ合わせるのものすごい大変です。実機はですね、常にアウトプットのところでもうチューニングメーターさしてやってないと大変だったんですけど、まあ余談です。さて、マイクロキーにもここにピッチ、ピッチベンダーはもう内部でちゃんと聞くようになってるんだけど、モジュレーションっていうか、モジュレーションとかビブラートをかけたい。ここでフィーンとビブラートをかけたいんだけど、これビブラートをかけるのってどうするかと、普通はシンセにおいては LFO っていうのがあって、ローフレケンシオシレーターね。それで、サイン波何を使って、ビブラートの波形をオシレーターにかけてやるっていうね、変調をかけてやるっていうことをやりますよね。じゃあ同じことやろうと思ってみたらですね、LFO っていうものがないんですよ、これ。見てわかる通り。LFO ってないでしょ？ VCF でしょ？
アタック、エンベロップジェネレーターでしょ、サンプル&ホールド、ノイズ、リングオジレーターとか。ないんですよ。ところがね、実はあるんですよ。ここにね、クロック、インターナルクロックアウトっていうのがわかりますね。ここなんだけど。ここね、区形波が出てんの。区形波。区形波を、LA4 でも区形波ありますよね。区形波を、じゃあ、かけます。今、VCO の1なんで、ここのところの変調のところで、フレキシモジュレーションコントロール。ほら、来た来た。このサンプル&ホールドモジュールの中にクロックがあって、ここで速さ。あるわけね。で、ビブラート。まあ、ここがモジュレーションホイールと思ってね。全然ビブラートじゃないし、なんかピロピロしちゃってるし。すなわち、区形波を今度サイン波にしたいなと思うんですよ。これがね、やり方があるんです。このサイン波のクロックアウト、区形波が出てるんだけど、この四角いやつをこう、滑らかにしてやるとね、四角く滑らかにしてやるとサイン波に近づくんだけど、その役目をするのがね、このラグってやつなんですよ。ラグっていうのは滑らかにするって意味なんだけど、これをね、クロックのアウトからラグのインに入れてやって、で、ここから、この出口から、さっき入れてたここに入れてやると、どうなるかというと、でしょ？このつまみを動かします。ほらほらほら。再販になってきたでしょ。これピッチ上がるのはよろしくないので、これをね、実はね、解決する手段があるんですよ。ここのコントロールボルテージ CV、キーボードの CV のところからこれを反転させて出してやって、ここに入れてやると何が起こるかというと、さあこれさっきは上がってたじゃない。それがね下がってくれるのね。これでちょうどいいところ、これじゃダメね。じゃ下がっちゃうでしょ、反転するからね。これの真ん中ぐらいで、ほらちょうどいい感じだった。というふうにビブラートができたと。で、パッチングはこのようにね、いろんな難しい、ね、知識も必要なんだけど、ただアイディア次第で、例えばビブラートをかける。めんどくさかったけど面白いよね、こういった考え方ってね。ということは、すなわちこういった穴もいっぱいあって、インプットとアウトプットがね、いっぱいあるので、そこで、なんかこれできるのかなみたいなアイディアがあったら、もうほんとこのパッチングでもう自由自在に自由度が高いという。で、そういうね、いろんなパッチブック、これで、サイトからダウンロードできるんだけど、見てください。こういう音の場合は、こういうふうなことでこうパッチングするといいよとかね。これ、チャートがいっぱいあるのよ。パッチングしたらこうなるみたいなあれ。実際にこれをやってみたら、もう大体ね、その仕組みを理解できると思うね。もう、ぜひ、頑張ってみてください。最高に面白いね。もうまさにアープ2600。